こんにちはです。今回ですけども、視聴者の方からすごいね、メッセージ来たというか、僕のところにね、リップとかコメント欄で来たことが1個だけありまして、有楽者、倒産するんじゃないかっていういやこれガチなんですよ。有楽者心配ですって。なんでなのかっていうと、遊戯王のルールがめちゃくちゃ大きく変わったみたいで、遊戯王の買い取りをほとんどの店舗がしなくなったらしいんですよ。中にはまあ遊戯王の買い取りができないということで商売上がったりということで閉店する店もあるらしくて、その影響を有楽者も大きく受けてるんじゃないかと。ということで、有楽者が心配ですと。店長さん大丈夫ですかと。またあの頃の生活戻ってしまうんじゃないですかとどの頃そのメッセージがね、めちゃめちゃ来たんですよね、その遊戯王のルールが変わった時に。で、俺もまあどうなのかなって聞いてなかったんで、実際にこうやって聞きに来るわけですけども、店長実際のところ、遊戯王のルール変わったことによる影響はあるんですかと。いやまああるかないかで言うたらあるけれども、だからといって別に潰れる気は全然しないけれども、草刈正雄並みに負ける気がせんってやつや全然ね、店長的には答えてないと。あんまり。ああ、すごいな。へえ。数々のカードショップがダメージを受けて中、店長ほぼ無傷カードショップにないんでしょうね、多分ね。何を売りにしてるんですかね、この店っていやまあ正味の話したら、はい買い取りはどうしても下がっちゃうよね、やっぱ。ああ、はいはいはい。別に買い取りやめたことも特にないし、あ、じゃあ遊戯王買い取ってるんですか、店長。もう買い取ってるよ普通に。同点なんですけど、もうそこはもうやっぱ変わった値段なんで。まあやっぱりエクシーズとかシンクロ、特にエはいはいはいキストラデッキからやってきますってやつらはは値段ドンと落ちるし、あとそれ中心に回してたデッキっていうのもまあどうしても下がってしまうよね。だから環境めちゃくちゃ変わったんですよ。今のところトップの環境はだいぶ変更になると思う。今だ、野球って何がトップかまだ出てないんですよ。そうだね、実際問題その改定があるのが春やから、今の現状は特に動かないわけですよ。でリンクモンスターについてもまだ詳細が大体分かってはきたんだけれども、はい。ちょっと小難しくなるんで、いまいち理解が進んでないところが多いんですよね。でもめちゃくちゃ大きな変化というか、あれ出ましたよね。今までの遊戯王っていうのが、例えば1ターン目、モンスターを召喚します、通常召喚します、はいこいつの効果、はい何々をデッキから特殊召喚します、はでエクシーズ、はいもしくはシンクロして、はい何々を大型モンスター呼んできます。で大型モンスターの効果です、こいつの効果でホニャララします、そうしたらまたデッキないし墓地からモンスターがやってきます、はいでエクシーズっていうのを繰り返して延々とやって、初手のターンでもう盤面がもさっとしてしまうような。ああ、はいはいはい。うん一旦が長すぎるってことですか。一旦が長すぎるっていうか、一旦で多面展開できちゃうんだよね、大型モンスター。もうじゃあほぼほぼ勝負決まると。そうだから最近はどうか知らんけれども、はい球神ノーデンってやつが流行ってた時はじゃんけんで初手を取ったら8割勝負が決まるって言われてたことがああ、へえ。まあ確かに俺もそんなイメージありますね、正直。でだからそれをどうにかしようと思ったら、はいエフェクトベーラーとか手札カーを捨てることによって、はいはい特殊召喚なり効果を止めるようなカードを持ってなかったらもうアウトだった。だから初手にベーラーを握ってないお前が悪いって言われるぐらいのレベルだったよね。ああ、なるほど。まあじゃあそれをコナミがその環境を作ったにもかかわらず、もう全部ちゃぶ台返しでひっくり返す。バシャーンとなったので、結局のところカードゲームっていうのは後追いじゃないですか、はいはいなんか一つ強いカテゴリーが出てしまったら、はい禁止とか制限とかしてそいつをセーブすることはできるけど、しばらくの間走り続けるじゃん。こいつをなんとかしようと思ったら後からパックへ出すこいつでぶつけてなんとかせんとあかん、はいはいはい。うん。でそいつが単純に強かったらまた後から出すやつなんとかしていかんとあかんっていう、結局のところいたちごっこになるわけですよ、ほう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 。今やったらば十二真珠とかはいすごい流行ってるんやけど、もう短時間でうわーっと出てきてしまうと。で今回リンクモンスターってやつが出ることによって、はい。一番大きな影響はそのエクシーズフィールドっていうのができるんかな、ちょっと詳しい名前は忘れちゃったけれども、はい要はそこにしかエキストラモンスターは出せない。なるほど。でそれが最初の段階やったら1箇所しかない。だからいきなりエキストラデッキ15枚のモンスターから多面展開するっていうことが初手ではちょっと難しくなるのかな。それによって要は今まで言ったらシンクロ召喚が簡単やったところを1体しかできないと。1体しかできない。でほうほうリンクモンスターっていうやつを出したらそのワクワク痩せれるんやけれあーなるども、ほどなるほどっちにしろリンクモンスターを出すっていう行為が必要になってくる。まあ手間がちょっとかかる、そこで。であとリンクモンスターの扱いもちょっとわからないところがあるんやけれども、はいリンクモンスターは通常のモンスターゾーンに出すわけやから、はいそこのモンスターゾーンは1箇所塞がるわけじゃん、まあまあそうですね。 1箇所塞がってしまったらそこに次からエクシーズをザーッと多面展開しようと思ってもリンクモンスターがかえって邪魔になったりする可能性もあるし、であと噂の夜だけやからわからないんやけれども、リンクモンスターを出すとリンクモンスターが指してる場所のモンスターゾーンがエクシーズモンスターが出せる。でもそのリンクモンスターが相手のフィールドも指すっていうこともあるんかな、なんかそんな話を聞いたことがあるね。そうなったらばすごく戦略的に頭使わんとあかんわけ。ああ、なるほど。結構ややこしくなるわけですね。そうやね。こんなこと過去にあったんですよ、遊戯王でこんだけ一気にルール変わるみたいな。ここまでのは多分ないんじゃないかな。結構すごいですよね、うん簡単に言ったらもうインフレが進みすぎたからなんとかして止めるにはもう、禁止カードとかでは間に合わなかったってことですよね。結局のところ後追いになるだけやから、はあはあはあ、ルールをもう根本から変えるしかなかったと。
ただルールを根本から変えるっていうよりも、はいなんとか別のカテゴリーを作って、はいそれで整備しようとはしたんやろうね。ペンデュラムも最初はその予定やったんやろうけれども、結局のところペンデュラムって、はいエクシーズもシンクロも融合も対応してるっていうところがあるからより多面展開がしやすくなってしまう。ああなるほどなるほど。最近の遊戯王僕も動画とかで軽く見させてもらったことあるんですけど、一ターンでわけわかんないぐらいターン繰り返しますよね。こいつ何回行動なんやっていう、お前ダークドレやんかみたいな感じでこいつ何回行動すんねんみたいな感じするじゃないですか、昔だったらなんかもうぶっちゃけた話、手札があってトラップカード捨ててやってはい終わり次のターンですみたいな、これだったじゃないですか。もう今なんか山札と墓地から延々と何かを繰り返してずっと俺のターンみたいな感じになってるじゃないですか。そうだから言ってしまえば特殊召喚の幅が広すぎたんだよね。何でもかんでも特殊召喚だよね。でもこれって考えによっては朗報ですよね。ぶっちゃけ遊戯王を本気で楽しむ上ではそっちのルールの方が楽しくなるんじゃないですかね、僕的には。俺はそう思ってる。あともう一点あるのが、はいマジック・ザ・ギャザリングみたいにレギュレーションがいくつかあってもいいんじゃないの、そろそろ遊戯王も。あ、もうルールが何個かあるってことですか。そう例えば A のルールは今まで通りのリンクモンスターというシステムがない以前の状態のやつ、もう一つが今後のリンクモンスターの最新ルールとか、はあはあはあ、まあまあそういうレギュレーションがあっても遊戯王もおかしくないんじゃない。まあそうですね、まあ、ライフポイントを変えるとかってことですよね、8000ライフのやつもあれば4000ライフのやつもあるみたいな、そういうことですよね。そう遊戯王は昔から好きでやってたんですけど、今の遊戯王はややこしすぎてそうやな。楽しめないっていうのも正直素人目であったんですよ、うん昔はサイコショッカー出してトラップカード封じますみたいなシンプルな時の遊戯王が一番好きで、あー死者への手向け使ってリボルバードラゴン墓地に落としてから早すぎて前すぎて引っ張ってきてでリボルバードラゴンのコイントス、コインがないからカード上からやってヒラヒラさして表や表2回出たら敵倒すっていうので、なんかわからん絶対表が出るカードがあって、それでずっとインチキ臭いことやってね勝った思い出があるぐらい、あの当時はめっちゃ楽しかったんですよ本当に遊戯王。今はもうねなんかね効果がややこしすぎて最新のストラクチャー買ってもルールを理解するまでに半年ぐらいかかるんちゃうかなっていういやほんまにわからん。もう最新のストラクチャーじゃなくなるよね。いやそうペンデュラムも意味が分からへん、わなんやねんこれと。昔のサイコショッカーが活躍する遊戯王の時にちょっと戻してほしいですね無理やろ。絶対無理やろ。マジックキャンセラーとハデスとサイコショッカーバニ出したら勝てるみたいな、ああいう時代にしてほしいですね。ジェミナエルフ活躍させてくれよメカハンターとシーザリオンとかバードマンとかラジンとか。ラジンとかランプのせいラジンめっちゃ使ったでハープのせいとかな、岩石で巨兵なんかエースやであいつ守備力2000で攻撃1300あって星3やぞあれ、とんでもないであいつはほんまに重力のくぐり抜けるからな、星4以上攻撃できんやつそうやな。ってぐらいの時代があったんでね、そういう時代の遊戯王を愛してた僕としてはデュエルリンクス楽しいですよねここでマックスレーダーマああアクセルダー強いですよ、アクセルダー最強ですからね宣伝芸人に輝かしてくださいほんまにマジであいつがもうね今死にかになってるのは僕耐えられないですもう前からやな。出た当時からシリカードやったと思うででぐらいね、まあ、遊戯王はやっぱねでも面白いとは思うんで僕自身、魅力があるしやっぱデザインがええしなもう。だからちょっとルールを変えてね何個か作って僕みたいなほんまミーハーでも楽しめるルールを1個作ってくれたらね楽しみやすいんかなというふうには思いますね。浜辺さんちょっと考えてくださいねクロートだけがやっぱりファンじゃないですからね。僕もやっぱり素人ながら遊戯王のファンなんで店長もそう思ってますよ多分。いや俺は好きですよ遊戯王。店長的にはやっぱりルールややこしくない方がいいんですかやっぱり。俺はルールがシンプルな方が分かりやすいっていうのはあるけれども、はいでもこういう商売してたらややこしくなるのはある程度仕方がないとは思う。ああなるほどなるほど、だってさっき強いカードがいっぱい出過ぎたっていうのもあるけれども、結局のところ売ってる側いやメーカー側からしたら、メーカーの言い分を考えるとだって強いの出さないとみんな買わないじゃんっていうじゃん。まあダークダイブボンバーとかめっちゃ強かったですよね覚えてますあいつやばいでしょ進化系なんですよボンバーの誰やねんボンバーって。いるじゃないですかあいつの進化前みたいにいるじゃないですかおったな。ボーマーみたいなやつな俺やん、コスト少ないやつでそいつの進化系ねダークダイブボンバーっていうのが一時期やばかったんですよ。もうなんか自分のダイレクトアタックと自分をゲー下げるで5000ダメージが与えられる怪物モンスターがいたんでねそうやって禁止になったんやろ。禁止しちゃうんですよねあいつも多分あんまでも俺の印象の中に残ってないんやけどめっちゃ萌え古ったんちゃうんすかあいつってブリューナ君の時の時代ですよ多分。めっちゃ古いやんいやいやいやそれは古いでしょ僕らにだってそいつめっちゃ強かった思い出ありますけどねブラックウェザーのゲームが流行ってたじゃないですか。ああうちの店がオープンした直後ぐらいの時代やね。その時に疾風のゲールもあいつちょっとチート級やったじゃないですか。敵の攻撃半分にするってまああったな。サイコショッカーワンパンで手をつけるっていうあいつ一人で強すぎるっていうしかもそれサイコショッカーにそんな思い入れでもあんのサイコショッカー思い入れあるでしょあれめっちゃ強かったでしょ。強かったんですよ野内くんの魂のカードやサイコショッカーはやっぱもうね当時のみんなの最強カードちゃう、あいつの相性あったもんな。生ハゲやろ、うん生ハゲって言われてました分からんでもないあいつのシークレットパラレルみたいなもうみんなが欲しがってた欲しがったなあれ。ああまあ確かにね城之内くんもねレッドアイズのこと忘れてあいつばっかり使ってまあでもそれぐ
ぐらい僕はちょっと昔の遊戯王には思い入れあるんで、うんやっぱ昔の遊戯王に近づけば近づくほど個人的には嬉しいですね。まあ近づくことはないと思うわ近づけてくれよほんま身内でやってそれは。いやでもまあそんな感じでね、遊戯王ルール改正しても店長びくともしてないみたいなんで、まあでも店長みたいに何かって時は僕動きますよ援助します、資金援助します。裏からやっぱりマネーロンダリングして店長のお金流そうと思うんで洗えてないお金が来るわけ。そうです、闇にまみれたお金をどんどん流していこうと思うんでねまあ今後も有楽町は多分変わらず営業されるみたいなんで、もうぜひ来てください。遊戯王が多分なかったもびくともしないみたいです本当にまあ俺はバージョンアップは好きやし、幸いいろんなもの扱ってるからまあそうですね、もうこれ何やつか分かんないですもんね、何やって言われるんですかここって一応。人によってはゲーセンって言われるし、カードショップって言われるし、フィギュアとか売ってるって言われるし、はいはいはい、アダルトショップとは言われてないんですかやっぱり俺の修行が足らんねえわあれてみてえな言われるよりは相当ですけどねまあすごいわな。アダルトショップランキング1位取ったらすごいですけどねもう次はナビ標語で取れるよりもしかしたらうちの店にとっては難しい。いやというわけで店長もまあ全然問題なくやってるみたいなんでね、安心してください。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。いつ潰れるんやろなそうそう潰すかいや俺に買収されるのが先か潰れるのが先か。分かった、買収されたらじゃあ俺引退です2万ぐらいですよ買収しても安いなー2万かーセガサターン買われへんやん